おはようございます。ケンです。スペース X が本気で火星を目指す上で絶対に避けて通れない技術があります。それが軌道上燃料補給です。スターシップは巨大ですが、低軌道に到達するまでに燃料の大部分を使ってしまいます。つまり低軌道の時点で月や火星へ向かう燃料が十分に残っていないんです。そこでスペース X が考えるのが宇宙空間で燃料を補給する方法です。低軌道のスターシップへタンカー型を何度も打ち上げ、液体メタンと液体窒素を補給します。イメージは宇宙空間にガソリンスタンドを作るようなものです。なぜこれがマーズ計画の鍵なのか、2026年の実証がなぜ重要なのかを今日は解説をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。では、なんで軌道上で補給が必要なのか、理由はシンプルです。火星へ人や物資を送るには、膨大な燃料と輸送能力が必要だからです。火星に送るのは宇宙船だけではありません。移住設備、食料、水、酸素、発電、通信設備、ローバー、建設機械、基地のインフラ、これらを大量に運ばなければなりません。しかし、スターシップは低軌道に到達するまでに燃料の多くを消費します。そのまま向かうと運べるペイロードは大きく制限されます。そこで低軌道で補給し、満タンに近い状態で火星へ向かうんです。これが実現すれば、スターシップは本来の巨大輸送船としての力を発揮することができます。軌道上燃料補給は補助技術ではなく、マーズ計画を成立させる中核技術なんです。では、具体的にどう補給するのか。まずミッション機を低軌道に打ち上げます。次にタンカー型のスターシップを打ち上げます。2機は軌道上で接近し、ドッキングします。タンカーからミッション機へ液体メタンと液体酸素を移送します。これを1回だけではなく、必要な回数だけ繰り返すんです。NASA のスターシップ HLS でも複数回のタンカー打ち上げと補給が必要とされています。マーズミッションではさらに大規模な運用になる可能性があります。つまり1機が単独で火星へ向かう話ではありません。複数機を連続で打ち上げ、軌道上で連携させ、さらに先の宇宙へ送り出す。いわば宇宙での艦隊運用が前提になっているんです。ただし、この技術は非常に難しいです。最大の課題は極低温推進剤の管理です。燃料の液体メタンと液体酸素は非常に低い温度で液体を保つ必要があります。宇宙空間では熱で温度が上がり、燃料が気体になって失われます。これをボイルオフと言います。燃料が蒸発すれば軌道上まで運んだ意味が薄れてしまうんです。さらに無重力に近い環境では液体は地上のように下へ流れません。タンク内で燃料が漂う中、どう安定して移送するのか、流量、圧力、温度、これをどう制御し、巨大な機体をどう安全にドッキングさせるのか、ここがスペース X にとって非常に大きな技術的ハードルです。飛行試験で移送データは集めてはいますが、今後は数百トン規模の船対船の実証が必要なんです。ここで重要になるのが2026年の実証です。成功すれば、スターシップは大型ロケットを超え、新宇宙輸送システムへ進化します。アルテミス計画では、スターシップ HLS が月面着陸船として使われます。補給の成功はマーズ計画だけではなく、ムーン計画にも直結しています。逆にここで遅れればアルテミスや初期のマーズミッションに影響が出かねません。つまり軌道上燃料補給っていうのはマーズ計画のゲートキーパーになるんです。前に進めばスターシップの価値は一気に高まります。つまずけば火星へのタイムラインは大きく後ろ倒しになるかもしれません。投資家目線でもこの技術は非常に重要です。実現できれば月、
火星、スターリンク、商業輸送の全てで強いポジションを取れます。スターリンクではより大型の衛星を効率よく打ち上げられます。NASA との大型契約にもつながります。将来的には火星への大量輸送という新たな市場を開く可能性があるんです。これはイーロン・マスクさんがテスラでやってきたことによく似ています。不可能に見える目標を掲げ、実験し、失敗し、データを取り、改善し、また挑戦する。この高速イテレーションの考え方がスターシップにもそのまま反映されています。軌道上燃料補給はその集大成とも言える技術なんです。はい、ということで今日の内容をまとめていきます。火星へ行くために必要なのは、ただ大きなロケットを作ることだけではありません。低軌道へ行き、燃料を補給し、複数機を連携させ、大量の物資を火星へ運ぶ。この仕組みが完成して初めてマーズ計画は現実味を帯びます。だからこそ軌道上燃料補給はマーズ計画の最大の鍵なんです。2026年の実証が成功すれば、月や火星への本格的な輸送システムに近づきます。一方で遅れればアルテミスやマーズ計画全体に影響が出る可能性があります。はい、ということですけれども、軌道上燃料補給が成功したらマーズ計画はどれくらい前進すると思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラだったり毎週金曜日はスペース X の情報を発信していますので、こちらの情報も収集することができると思います。チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。もし最近電気代が高くなってきたな、災害の時の停電が心配だなって思っている方がいたら、ぜひ N 型太陽光パネルを検討されてみてください。この N 型太陽光パネルは従来のパネルよりも発電効率が高く、同じ面積でもより多くの電力を発電することができます。だから少ないスペースでもしっかり発電できて、結果的に電気代の節約につながります。さらに N 型は一般的なパネルと比べて劣化が少ないっていうのが特徴です。だから長期間にわたって安定した発電量をキープすることができます。結果として将来的な電気代の節約効果も長続きします。しかもこの N 型パネルは曇りの日や朝夕でも発電効率が落ちにくい設計になっています。天気が悪くても安心してエネルギーを確保できるんです。これっていうのは EV の充電にも最適なんですね。僕自身も導入し非常に満足しています。これにプラスしてパワーウォールといった蓄電池があるとなおいいと思います。もし家の電気をもっと安くしたいとか、災害時の停電対策を考えたいという方がいらっしゃったら、僕の方からあなたの地域でパワーウォールの取り扱い、N 型太陽光の取り扱いをしている代理店さんを紹介します。ご希望の方はまず概要欄にお問い合わせフォームを置いていますので、そちらから問い合わせの方されてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。